私は恋愛小説の中の NPC になった。システムの任務は単純明快脇役の男性を手に入れることだった。彼は私にオーダーメイドの職人仕込みコーヒーを取りに行かせ、水を差し入れさせ、一日の仕事の終わりには肩を揉ませさえした。深夜に6マイル先のラーメン屋の特定の一杯が食べたくなれば、私はすぐに車を走らせた。だが、成功メーターが99に達したとき、ヒロインが目の前で彼にキスをした。メーターはゼロに戻った。システムが私に問うた。頭の中で疲れたようなブーンという音を立てながら。3度目の失敗です。続けますか？体中の力が抜けていくのを感じた。いいえ。家に帰りたい。その瞬間、カレリアム・キンズリーが顔を上げ、突然パニックに満ちた目を見開いて私を見つめるのが見えた。エリザリードは真実か挑戦かで負け、罰ゲームは部屋の中の誰でもいいから男性にキスをすることだった。彼女の目は、もちろん即座に私の婚約者、リアムに向けられた。私はソファで彼の隣に座り、必死になって温州みかんの白い皮を剥いていた。彼は完璧にきれいな状態で食べるのを好むからだ。リアムの友人の一人が私の方を見た。オードリーは気にしないよな？ただのパーティーゲームだし。リアムは私の肩に腕を回し、その男に冷たい横目を向けた。やめろ。最低だ。友人はひるみ、私がリアム・キンズリーにそんなに愛されてなんてラッキーだ、とつぶやいた。でも、私は本当のことを知っていた。彼の指は私の肩をがっちりつかみ、痛みを走らせていた。私が顔を上げ、目で静かに訴えかけたとき、彼の意識は完全にエリザに集中していて、私のことは全く認識していなかった。これは同窓会で、エリザは言うまでもなくキャンパスの女王だった。みんなが彼女にキスを実行するよう合唱していた。エリザの目はキラキラと光り、顔に儚細い微笑みが張り付き、目尻はしっかりと私たちを捉えていた。大学時代から彼女に夢中だったディーンという男が彼女に腕を回した。リアムが相手してくれないなら、俺がやるよ。俺がいる。ディーンは卑猥な笑みを浮かべ、近づいた。ただのチュッタロ。ほら、ここに。リアムはうつむいて私が剥き終わったばかりのみかんを取り、一棒を口に入れた。彼はいつものように気取らず魅力的で優しげに見え、小さく咲いた一片を私の口元に差し出さえした。でも、私は彼の頭上の成功メーターがカウントダウンしているのが見えた。彼は私を気を紛らわせるために利用していた。彼は彼女のために苦しんでいた。エリザはたじろぎ、おえつをこらえた。ディーンの顔が彼女と接触しようとしたその時、彼女は強く彼を突き飛ばした。やらないは声はひび割れた。みかんの一片は私の唇の手前で静止した。私の心はいつもただ一人の人にしか向いていないのエリザは宣言し、声にドラマチックな力がこもった。彼がもうすぐ結婚するのはわかっている。でも今日だけは勇敢になりたい。そう言うと、彼女は歩み寄り、私の腕を後ろに引っ張り、両手でリアムの顔を包み込み、キスをした。部屋中が静まり返った。リアムは抵抗しなかった。むしろ、エリザが離れようとした瞬間、彼女の腕をつかみ、より深いキスに引き戻した。私の手の中のみかんが滑り落ち、床を転がり、埃をかぶった。部屋は沸き立った。みんなが歓声を上げ、何人かがスマホを取り出して撮影し始めた。私は身をかがめて果物を拾おうとしたが、誰かの高級なローファーのヒールに踏まれ、ブツブツと音を立てて気持ち悪いペースト状になったのを見るだけだった。取り返しがつかない。システムが私の脇で叫んでいた。リアム・キンズリー、あなたに恋人がいるって覚えてるのか？私にしか聞こえない。
頭の中の警報は甲高く、繰り返し鳴り響いた。成功メーター、ゼロリセット。ゼロリセット。彼らは長い間キスをし、ようやく離れた時は息を切らせ、まだお互いの肩に手をかけ、互いにねばつくような愛情に曇った目をしていた。次の瞬間、リアムはみんなの目の前でエリザを抱き上げ、ドアに向かって歩き出した。打ちひしがれたシステムが再び私に尋ねた。3度目の失敗です。続けますか？私は首を振り、心は死んだ石のようだった。いいえ。家に帰りたい。視界の端でリアムが一瞬だけ足を止めるのが見えたが、それでも彼は去り、振り返りもしなかった。彼は私を友人全員の前で見捨てた。リアムの車はとっくに行ってしまった。私たちは都心から何マイルも離れており、私は歩くしかなかった。一台また一台と高級 SUV が私を追い越していく。すると、エリザに恥ずかしめられた男、ディーンが私のそばに車を寄せ、窓から身を乗り出して嘲笑した。最初からお前はこそこそした成り上がり者だと思ってたぜ。彼は嘲笑った。エリザがいない時につけ込んで、お使い番に戻れよ、彼女のものを盗もうとするな。彼はアクセルを思い切り踏み込み、わざと排気ガスで私をむせさせた。私はティッシュを取り出して顔の砂ぼこりを拭い、ついでに涙も拭い去った。私は誰も奪おうとしなかった。私がこの恋愛小説に放り込まれた時、エリザはすでにリアムを置いて海外に行き、本物の主人公であるフェリックス賞と婚約していた。システムは私に 100% 成功すれば、リアムを運命の悲劇的な死から救えるだけでなく、私に帰国するための400万ドルを支払うと言った。これは3度目の挑戦だった。1回目、私はセットの事故の火災から彼を引きずり出した。彼は記憶喪失で目を覚まし、公の場で私が放火犯だと非難し、ネット上で私の名前を引きずり回した。2回目、彼はようやく私と結婚することに同意し、私は6ヶ月かけて結婚式を入念に計画した。当日、エリザが彼に電話をかけ、泣きながら話し、彼は祭壇から立ち去り、私を置いて彼女の元へ向かった。以前は成功メーターが70か 80% だったせいだと思えた。でも今回は 99%。それでも同じ結末。システムは私を慰めようと、あと10日もすれば帰国できると言った。でも、世界の物語の流れに逆らっているため、帰る直前に何らかの反動を受けるだろうとも警告した。私は苦笑いをこらえ、再び泣き出したい衝動を抑えた。彼の心をつかむために味わってきた感情の乱れに比べれば、これぐらいの痛みは何でもない。翌日、リアムは早朝からの撮影があったので、私は夜明け前に現場に着き、すべての準備を整えた。もうすぐ家に帰るので、未解決の事態を残したくなかった。リアムは1時間遅刻し、電話にも出なかった。監督は有名なベテランで、リアムを怒鳴ることはできず、私に当たった。あなたは彼のアシスタントでしょう。どうして彼のスケジュールをちゃんと調整しなかったの？昨日、私はリアムとすべて確認済みだった。私はひたすら謝り、何度もお辞儀をし、必死でリアムにメッセージを送り、いつ到着するか尋ねた。私は本能的に彼のキャリアを心配した。この映画は彼が何年も憧れていた最優秀夫優勝への切符だった。そしてこの監督は敵に回したくない人物だった。私が慌てふためいていると、リアムが監督に突然3日間の使用休暇を申請したと知った。彼の評判と地位の高さを考えると、監督はすぐに了承した。しかし、制作にはすでに損失が出ていた。監督は費用をリアムのマネージャー、デニースに請求した。怒ったデニースはすべて私の責任だとして、
私の給料を巫女背分支払わないお仕置きとした。彼女は会社のグループチャットにもそれを投稿し、私を公開処刑の例にした。リアムは沈黙した。私をかばおうとはしなかった。しばらくしてエリザがインスタグラムのストーリーを投稿した。写真には彼らの指がしっかりと絡み合っていた。将来の最優秀男優さんにつまんないって言ったら仕事キャンセルして遊んでくれるんだって。コメントが殺到した。これぞパワーカップル。天の灰だ。永遠に一緒にいて。あのゴミみたいなオードリー・ストーンがまた戻ってこないようにね。4年もあったのに彼をつなぎ止められなかったんだぜ。完全な無駄。リアムの唯一の返信はエリザへのものだった。君のためなら何でも、エル。君が笑顔でいてくれれば。彼は彼女への献身を公然と見せびらかし、私が直面している公開辱めを無視していた。私はつい彼にメッセージを送ってしまった。どうして休暇を取るって言ってくれなかったの？私はただのアシスタントじゃない、あなたの恋人よ。彼はほぼ即座に返信した。お前はただのアシスタントだ、オードリー。何もかもお前に逐一報告する必要はない。ただのアシスタント。エリザのためには、人生で一度も使用休暇を取ったことのなかった男が突然3日間の休暇を取った。そして今、彼は私たちの間に冷たく固い線を引いた。はっきりしていた。エリザより大事なものは何もなかった。返信する気にもならなかった。彼とのメッセージのやり取りをすべて削除した。私は終わりにした。やめなければ。エリザに直接ぶつかった。彼女旗白ぎ、肩をさすった。顔を上げ、文句を言おうとしたが、私だとわかると表情が和らいだ。こんなところで会うなんてね。リアムが何かの用事で戻ってきて、彼女が彼を一人にできずについてきたのだろう。彼女は私の手から落ちたくしゃくしゃの退職願いを目ざとく見つけ、大げさに息を飲んだ。リアムが私と遊ぶためにちょっと休んだだけなのに。どうして癇癪を起こしてやめようとするの？一言で彼女は私を理不尽な女として仕立て上げるのに成功した。彼女は私の手を取って甘ったるく謝った。ごめんなさい、オードリー。私たち、楽しすぎてリアムが休暇を取ったことをあなたに伝えるのを忘れちゃったの。もう絶対ないって約束する。ちゃんとあなたにもわかるようにするから。声を潜めて言った。あの投稿ひどかったわ。気にしないで。正直、ここ何年もリアムをちゃんと世話してくれて、本当に感謝してるの。彼女は私に優しく、寛大な微笑みを向けた。私は礼儀正しい笑顔を作り、手を引こうとした。そんなこと言わなくていいよ。本当に。エリザの笑顔は揺るがず、私の手を握る力が強まった。深くは考えなかった。ただもう彼女と関わりたくないだけだった。私は手を引っこ抜き、彼女の顔を平手打ちした。エリザの青白い方に、すぐに鮮やかな赤い手形の跡が浮かび上がった。彼女は顔を押さえ、完全にショックを受けた様子だった。彼女は手を挙げて仕返しに打とうとした。リアムが部屋に飛び込んできて彼女の腕を掴んだ。エリザ、何してるんだ？彼は私たちの間に立ち、彼女をかばっていた。長く抑えられていた苦さと裏切りがこみ上げ、私は泣き出した。エリザも涙を浮かべ、自分の顔を指さした。リアム、彼女が先に私を殴ったの。私のことを家庭を壊す女だのバイタだのと言って平手打ちしたの。私はただ自分を守ろうとしただけ、たまたまあなたが見てしまっただけ。彼女が私を挑発したんだ。リアムはゆっくりと彼女の手を離した。彼は彼女を信じた。彼はそっと彼女の方に触れ、
心配そうに声を柔らかくした。ごめん。誤解した。痛いか？彼は彼女の涙を拭い、自分の体の後ろに隠し、私に冷たい視線を向けた。謝れ。私の涙はまだ流れていたが、彼は舌打ちしてうんざりした様子だった。まだ泣いてるのか？筋の通らないのはお前の方だ。よくもそんな顔をできるものだ。システムが怒り狂って私の隣で叫んだ。リアム、目を直した方がいいぞ。どうして彼女を信じて、自分の恋人の言うことは信じないんだ。彼女はお前を捨ててフェリックス賞のもとへ行ったんだ。オードリーはお前が自殺しようとしたとき、お前を救ったんだ。お前は彼女だけが自分を救う唯一の光だと言ったのに。それを全部忘れたのか。いいさ、彼女が本当にいなくなったとき、後悔するだろうからな。リアムは静かで落ち着いた笑いを漏らし、穏やかに言った。俺の心はいつもエリザだけに向いている。他の誰にも興味はない。彼の言葉に私は呆然とし、システムさえ凍りついた。今、私の声が聞こえたのか？私は黙り、ただ涙を頬から拭い去った。そして軽く言った。その通りね。私には筋が通ってないわ。退職願を拾い上げ、サインした。私はあなたのアシスタントになる資格はない。だからやめる。彼の表情が一瞬固まり、魅力的な笑みがゆっくりと薄れていった。本気か？私は彼を無視し、通り過ぎた。彼は私を追おうとしたが、エリザが彼の腕を掴んだ。リアム、彼女はただドラマチックなふりしてるだけよ。彼女が本当にあなたを去るわけない。彼は立ち止まった。私は冷笑し、振り返らなかった。本気かどうかはすぐにわかるだろう。